クリスマスが今年もやってくる。今日のテーマはクリスマスだよ。去年のクリスマスも同じようにクリスマスソングをテーマにしたけど、1年前の V4 と現在の V5 だとスタイルの効果もかなり違うからね。最新のバージョンで改めて解説した方がいいんじゃないかな。スタイルにクリスマスっぽい単語、クリスマスとかサンタクロースを入れると、それでもクリスマス風の曲は作れるよ。ただどれも似たような曲調になるね。今回はもう少し効果に特徴がある音楽用語系のスタイルを解説するよ。まずは音楽ジャンルから見ていこうか。クリスマスポップはポップス系のジャンル。クリスマスらしいベル系のキラキラとした音色が特徴だね。クリスマスキャロルはクリスマスを祝う賛美歌のことだね。スローテンポで神聖な雰囲気になる。明るさや激しさは控えめになるよ。賛美歌だから時々合唱になることもある。ただ毎回合唱になるほどではないよ。この2種類のジャンルがどう違うか、実例を聞いて確認してみようか。クリスマスポップとクリスマスキャロル、それぞれどんな曲になるか聞いてみたよ。大抵の人がイメージするクリスマス曲はこの2つのどちらかになるんじゃないかな。次はクリスマスらしい楽器のスタイルがどんな効果になるかを解説していくよ。スレーベルはジングルベルのこと。シャンシャンと鳴る鈴の音のことだね。先ほどの実例でも多用されていたようにクリスマスを象徴する音と言えるかな。スレーベルは楽器スタイルらしく曲調をクリスマス風にする効果は弱い。ジングルベルの音だけを使いたい、そんな時に使えるスタイルと言えるね。ただベル系楽器の動画で解説した通り、ベルの単語は他のベル系楽器も鳴るよ。ジングルベルの音だけを鳴らすことはできないから注意してね。ちなみにジングルベルも効果はあるよ。ただ V5 のジングルベルは要注意。 V5 のジングルは曲を超短くする非常にレアな効果を持っていて、ジングルベルもジングルの影響で曲が超短くなってしまうよ。実際に V5 のジングルベルスタイルで生成した曲をちょっと聞いてみようか。こんな感じの短い音楽のことをジングルと呼ぶんだけど、スノは単語ごとに効果が出てしまう。だからジングルベルも短くなっちゃうよ。ジングルベルにもちゃんとジングルベルを鳴らす効果はあるけど、曲が一瞬で終わってしまう欠点があると、まあどう頑張っても使えないよね。 V4.5 プラス以前のバージョンのジングルはそこまで強い効果ではないから、昔のバージョンならジングルベルを本来の目的で使うこともできるかな。余談だけど V5 のジングルはクオリティが格段に上がったので、ジングルを作るスタイルとしては優秀。興味があったら使ってみると面白いよ。チェレスタはベルや鉄琴に似た音色を持つ鍵盤楽器のこと。ベル系よりは柔らかく弱い音色でクリスマスソングでよく使われるよ。ただスノだとその弱い音色が欠点で
他の音と混ざって消えてしまいやすい。ベル系のはっきりした音色の方がスノでは使いやすいかもしれないね。ベル系の楽器スタイルはこの前の動画で解説したから改めて紹介しないよ。他にクリスマスでよく使われる楽器にウィンドチャイムもあるんだけど、ウィンドチャイムの音は指定せずともベル系の音を使えば勝手に混じるし、ウィンドの単語が笛の音を鳴らしてしまう。だから使いにくいスタイルと言えるね。それじゃクリスマスの楽器スタイルがどんな音を奏でるか聞いてみようか。街の音が少し遠くなる、足元の小石蹴飛ばして知らない道を歩いて、休日の空青く広がる、風が髪を優しく揺らす、何も急がない、何もクリスマスの楽器スタイルがどんな音を奏でるか聞いてもらったよ。クリスマスソングにはしたくないけど、クリスマス要素を入れたい時に便利かな。それじゃ最後にスノでは珍しい曲名スタイルを解説していこうか。スノで曲名をスタイル欄に入れるとその曲のメロディーを再現することができる。ただし正式な曲名を入れる必要がある。曲名は頭文字大文字表記をするから、小文字で入力しても効果は出せないよ。まずそれが第一の注意点だね。次に非常に知名度の高い曲以外は曲名を入れてもほとんど効果はない。スノで効果のあるクリスマスソングの曲名スタイルはジングルベルと We Wish You a Merry Christmas、 サイレントナイトの3種類になるよ。Joy to the World、 諸人こぞりてとかも微妙な効果はあるんだけど、メロディーを完全再現できるのはこの3種類のスタイルだけだと思う。それじゃクリスマスソングの曲名スタイルの効果を聞いてみようか。知らない道を歩いてみよう、新しい景色探しに行く、休日の空青く広がる、風が街の音が少し遠くなる、足元の小石蹴飛ばし
クリスマスソングの曲名スタイルでどんな曲を作れるか聞いてもらったよ。有名なクリスマスのメロディーを使う。これは強いクリスマス感が出せるけど、スノの生成でオリジナルのメロディーを完璧に保つのは実はかなり難しいよ。スノは特定の音楽的な要素を固定するのを非常に苦手としている。ボーカルの男女指定やテンポ指定、楽器の指定などはかなり苦手だよね。曲名スタイルの元のメロディーを固定する。効果も固定しきれないことが多いよ。だから元の曲から少し変化したようなメロディーが生成されることが多いけど、これが演奏を間違えたように聞こえてしまうことが多いんだよね。よく知っている有名なメロディーと少し違うメロディーは不自然さを感じやすい。特に古いクリスマスソングは基本的に3拍子のメロディーだから、4拍子の現代ポップスと混ぜるとどうしてもメロディーが変化してしまうね。古いクリスマスソングは基本的にキリスト教の聖歌であることがほとんど。キリスト教は三位一体の教えがあって、3が神聖な数字とされているんだ。だからキリスト教の聖歌は一つの拍を3等分して作られることが多いよ。この聖歌の表紙が8分の6拍子の由来となり、現代の3拍子に進化したわけだね。話が脱線したので元に戻すと、元の曲のメロディーは保ちにくいので、元のメロディーを完璧に保つにはある程度の試行回数が必要になるよ。元のメロディーから少しでもずれたらエクステンドでそこから生成し直せば手間はかかるけど、元のメロディーを完璧に再現した曲も作れるね。応用として道中はアレンジ強め、最後だけエクステンドで元の曲を再現してもいい。そう、今回の BGM のようにね。最後のサビまで再現を取っておくのもいい。曲名スタイルは使い方は難しいけど、使いこなせば魅力的なスタイルだね。最後にちょっとしたお知らせ。この動画が今年最後の更新になるよ。年末年始はいろいろと忙しいから、動画の更新間隔に余裕を持たせてもらうね。次回の更新は1月1日の予定。普段とはちょっと違う内容になると思う。それじゃ、良いお年を。